おはようございます。しゅんやです。今日のジムニーレストアはタービンからオイル漏れしてたんでタービン交換です。オイル漏れしてる。カメラで撮れるかな。結構ね、アングル的に見にくいかも。この辺オイルパンが若干濡れてる。オイルパン艶消しで塗ったから漏れてると分かりやすいね。現状こんな感じです。上から見てもいまいち漏れてる箇所はわからないです。ただ下回りから見るとこれ漏れてる。ほらで、こっち側もエンジン伝ってきて、ここのオイルパンここもウエットな感じになっちゃってます。タービン松さんのとこからもらってきた中古品だったんですよね。まあダメなの分かってて組んではいたんですけど、まだ使えそうと思って使えたらラッキーぐらいで組んであったから仕方ない。タービン交換ですね。これがもともとうちの車についてたタービンです。オイル漏れひどくてね。でこっちのエキゾースのハウジングが割れてるやつね。でこれをリビルトに交換して使おうかなと思ってたんですけど、解体屋さんから格安で入手してきたタービン、こっちに交換していきます。ちょっと見た目錆びがひどくて微妙なんですけど、でもシャフトとかは問題なく使えそうなんで、とりあえずでこれ組んでおきます。エンジン鳴らしが終わるまではブーストかけることもそうそうないと思うんで、まあ大丈夫だと思います。ちょっと汚れひどいからちょっと掃除します。掃除すれば綺麗になるね。壊れるの覚悟の上で中古タービンで組んでたんですけど、1年持ってくれたからまだ良かったですね。車検取ってすぐとかじゃなくて良かった。そして今回乗せていくタービンはこちら。純正のリビルトタービン。日立製の HT06 タービンです。一応リビルト品なんだけど、エキゾースト側は新品で組まれてますね。インテーク側のここの部分だけが再使用っていう感じかな。このリビルトのタービン以外にも、これの一つ上のサイズ HT07 タービンっていうのがあるんですけど、それ組むとね、ジムにパワーアップするんですよ。吸気も排気もでかくなるから簡単にポン付けでパワーアップするんですけど、タービン変えると熱量上がるからラジエーターも変えなきゃいけなくなるし、あとコンピューターのセッティングも取らなきゃいけなくなるし、燃料足りないからインジェクターも変えなきゃいけないしと、やらなきゃいけないことたくさん出てきちゃうから、街乗りしかしないし、そこまでジムにパワー求めてないからなっていうことで、今回は純正のリビルトタービンで組んでいきます。それじゃあ作業を進めていきます。まずは分解から邪魔になるものを外してタービンを摘出します。インタークーラー、エアクリーナー、マフラー外してアウトレットパイプ外します。買ってー。アウトレットパイプが取れました。あとはウォーターラインとオイルラインのホースとボルトと外して、あとアクチュエーターの不圧のホースも外して、でここの駅マニとつながってるボルト3本外せばタービンが降りるのでやっていきます。よし、取れた。
タービンが取れました。外すのにね、1時間半ぐらいかかった。まあ、撮影なしでやれば多分1時間ぐらいで外すことできると思います。インレットパイプとか、車に乗せたまま外すのちょっと大変だったんで、くっつけたまま外してきました。で、漏れてた箇所、ネットとかを見ると、このオイルのリターンのフランジ部分から漏れやすいって書いてあったんですけど、うちの車漏れてないですね。ここが原因じゃない。で、よーく見ると、この辺がね、ウェットなんですよ。見えるかな？こっち側。コンプレッサーハウジングの合わせ目部分。こっから漏れてるっぽいんですよね。よっ。ひっくり返して裏側。裏側。これは今外すときにオイル漏らしたやつ。これは関係なくて、この辺全然乾いてる。ドライな状態。やっぱりここ。ハウジングの合わせ目部分。だからこの中がね、多分漏れてるんですよね。シャフトの中。っていうことは、多分この吸気の中がオイルでギットギトになってるんだと思うんですよね。ちょっと外してみます。ジョン。インテーク、エアクリーナー側につながる方はすごく綺麗。ただ、タービン側、めっちゃオイリー。ほら、油。もう中が油。はい。こんな感じ。こっちも油。中ではオイル漏れしてる。うわー。インテークのアウトレットパイプ。こっちももう油。油。うわー。マジか。タービンのシャフトの型は、多少あるけど、これメタルフローティングのやつなんで許容値範囲かな。そこまでねガッタガタっていうわけじゃない。多分普通。多分これシャフトのオイルシールがダメなんですね。このシャフト通ってる中のオイルシールが劣化してオイル漏れだと思います。うわマジか。吸気系に油が回ってたのね。インタークーラー、これも若干オイル回ってるね。そこまでじゃないけど、洗浄するほどでもないけど、若干油っぽいぐらいな感じ。まだオイル漏れ見つけて初期の段階だったからギリセーフかな。よかった。はい、ということでうちのジムニー君のタービンのオイル漏れの原因、中のシャフトのオイルシール劣化によるオイル漏れです。でコンプレッサーハウジングの方から漏れてきて吸気系に油が回ってました。まあ早い段階で気づいてよかったね。これずっと放置してたら吸気にずっと油が回り続けて燃焼状態悪くなって燃焼室とかね、もうカーボンだらけになっちゃってましたね。まだまだ今の段階で気づけてよかった。そしたらこの古いタービンについてる部品を新しいやつに移植していきます。この辺のホース、これはね去年交換したばっかでまだまだ使えるやつなんで外してこっちに移し替えます。軽くインテークパイプ軽く掃除しておきます。
ガスケットは新品が付属してきたんで、こっちで組んでいきます。部品の移植終了。綺麗に錆落としして塗装したはずなのに錆が戻ってきた。でも裏側は全然錆が出てないです。多分表側水かかるところがダメなんでしょうね。あんまり性能高くないのかな、このスプレー。塗った直後はいいけど1年でこのありさまだもんな。もうちょっと違うメーカーのやつ探してみよっかな。多分そんなに耐水性が高くないです、これ。エキゾーストの中はそんなにカーボンは溜まってないですね。エンジンオイル燃やしてたからちょっとカーボンですすけてるかなと思ったけど、そこまでひどくなかったです。綺麗に錆落としして塗装したのにな。かといって今手元に他のスプレーないから、とりあえずこれ塗っておきます。このまま組むよりはまだマシでしょ。はい、そしたらこれからタービンを車に組んでいくんですけども、昨日暗くなってきちゃったんで、カメラ回ってないところでさっとタービン乗せるだけ乗せてしまいました。ウォーターラインとか、あとオイルラインとか、異物が入ったら嫌だったんで、とりあえず乗っけてホース、さっと繋いでしまったような感じですね。ただ、まだ固定とかはちゃんとしてないので、これからボルト類ちゃんとつけて、タービンをしっかりと組んでいきたいと思います。あと動画全く関係ないんですけど、雪が降ってきました。昨日は雨だったんですけどね、今年ようやくのガチ雪。今までちらついたりはしてたけど、全然積もる気配なかったんですよね。この降り方は積もりそう。12月の半ば、ようやく冬っぽくなってきたね。タービン固定するボルト、これにはスレッドコンパウンドを塗って組んでいきます。去年もスレッドコンパウンド塗って組んだはずなんだけどね、外す時結構ガチガチになってたから、塗ってなかったら外すの大変だったのかもしれない。あとここのオイルライン、タービンの上の方にあるんですけど、そこ配管固定する前にパイプの中にオイル入れて、タービンの方にもオイル入れて、エンジンかけた時に一発目ドライ運転にならないように油はちゃんとさしておきました。あと昨日ちゃんとつないでなかったホース類、これもつないでおきます。フロントパイプ組みます。ガスケット新品一緒に来てたんで、これで組んでいきます。雪が強くなってきた。そしてすごい薄暗くなってきた。遮熱板、エアクリーナー、インタークーラー、組み立て終了。あとはラジエーターエア抜きしたら終わりですね。
はい、ということで、オイル漏れ治りました。まだちょっとつけたばっかだから、油の焼ける匂いがまだするけど、でも走ってるうちに多分これもなくなるんで、大丈夫ですね。ただ、ブースト1キロ、大丈夫かな。一応今回リビルト品、ジムに用として売られてたやつを買ったんですけど、ブースト1キロ高い気がするんだけど大丈夫かな。確か純正 0.8 キロだったと思うんすよね。違ったかな。もともとついてるのはこういうシルバーのタイプのアクチュエーターだったんですけど、今回つけたやつなんか黒いのがついてましたもんね。アクチュエーター違うのついてたから、それが原因のような気もするんだけど、ちなみにね、今つけたやつもそうなんですけど、ここのロット、調整機構とかがないのでいじりようはないですね。社外品だとここのロットにネジ切ってあって、ここの中のこのリリーフの部分の開くタイミング調整できるようになってたりするんですけど、今回のは調整できないと思います。まあでもソレノイドついてて電子制御である程度調整してるはずだから大丈夫だと思うけどな。それ以外で言えば、まあブーストのかかりはね良くなりました。下からちゃんとタービンが回り始めるというか、こうガツンと効くような感じ。多分ここのアクチュエーターの効きが強いからだと思うんですけど、ブーストのかかりはねすごく良くなりました。それ以外は至って普通ですね。まあオイル漏れも収まったし、それにしてもジムニーすごいね。レストアの時に交換せずにそのままで来た部品たちことごとく壊れていくね。とりあえずタービンは直したからしばらくはまともに走ってくれると思うんですけど、次はどこの部品が壊れるのでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。